しんいちです。コーヒーの話は本人の口からね、これ今日のハイライトだった。ケーキ手で売ってんだよね。どっかで他人目線が入ってないかなっていうのは常に意識するようにしてる。なんか怒られてる気持ち。こんにちは、上野ありさです。そしてしんいちです。すごいやったなんとしんいちくんは多分ニューヨークのこちらの Vlog を見ていただければわかると思うんだけど、一回ニューヨークでこの間お茶したのを Vlog に入れて、でその後私がベラベラさしんいちくんと会った感想を、ね、そう Vlog に知らなかったんだよね。知らなかった。俺友達から聞いて、なんかしんいちくんのこと喋ってたよって言われて、めっちゃなんかやっぱやべえやつだなと思ってまあ後でいろいろなれ初めというか、そのなんで知り合ったかとかは後で話すんだけど、それでその時に YouTube にしんいちくんを呼んで深掘りしたいなと思って、で結構そのビデオでのレッスンもしんいちくんの考え方になんかすごい私のちょっと説明も難しかったので、しんいちくんのこの感じを私が説明するのって結構難しかったんだけど、なんかそれでもコメントとかで私もそういうライフスタイルを送れるように、その朝のコーヒーをめでれるようになりたいみたいなのも結構みんなからもらってて、でちょうど5年ぶりのね帰国ということで、マジで日本来ないからこの人そうなんだよね。チケット買うのがなんか苦手なんだよね。ズームで本当はやろうかなとかいろいろ考えたんだけど、来るじゃんってなって、しんいちくんもちょっと忙しいけど今日呼んで、しんいちくんがやばい人だっていうのをみんなに知ってもらいたいと思って呼びましたありがとうございます。で最初って埼玉卒場？いやもうその辺はね、俺正直全く覚えてないな。中学とか高校とかのレベルだよね。多分高校生だね。でなんか私が仲いいその DN って仲良しメンバーとかと出会うもっと前で、むしろ雑誌出る前ぐらいから知ってない？かもしれないね。でもなんかちょっとそういう話も聞いてたぐらいかもしれないね。で知り合って、で別に普通にたまに遊んだり居合わせたりするぐらいで、でそっから私もなんか友達の輪がどんどん雑誌とか出るようになって広がってって、雑誌の時も何してたんだっけ、雑誌出てたのか。俺メンズエッグです。そう、元ギャル男だから、ね、ちょっと出てたもんね。それで会って、それこそ私の仲いい綾乃とかみんな仲良しで、で全く海外とかに興味なかったのに、24の時さっき24の時だねにいきなり行ったんだよね。まずじゃあそこから聞いていこうかな。ああ確かに。そう、それで今はギャル語がね、そうね、ニューヨークに行って、すぐ帰ってくると思いきやもう10年ぐらい住んでて向こうでフォトグラファーをもともとやっていて、ストリートスナップだよね、でそっから今はすごい面白いことしてるシェフ見習いシェフになった。まあそうだね、そういう感じだよね。そうっていう感じですごい面白いので、今日はいろいろ聞いていきたいと思うんですけど、まずなんでしんいちくんが今のしんいちくんならすごいニューヨークっぽいし分かるの、なんであの時行こうと思ったの？多分スペインにポップティーの撮影で行ったんだよね、一回。でその時にその時俺も行きたくなかったし、海外とかパスポート取りに行くの嫌だってぐらいだったから。だってニューヨークに住んだのも行ったことない状態で決めたんだよ。一回行ったね。けどそれって視察で行ったんだよね、住むって決めてから。まあそうだね。まあなんかスペイン行って帰ってきてで、やっぱ英語ってすごいんだなってなって、まあ分かりやすくで、まあ英語勉強したい、留学したいみたいなうっすらとした気持ちになり、でもなんか決められず、まあそしたらその時周りの人がやたらニューヨーク言ってて、私も多分言ってた。多分言ってたよね。でなんか行くならニューヨークだよっていうふうに、まあそういう大人の人たちとかなぜか言われてて、その時付き合ってた彼女わかんないかもしれないけど、その子が急に留学行くって言い始めて、で寂しいじゃん、でムカつくじゃん、なんか悔しいじゃんってなったから、じゃあ俺も行かなきゃってなって、それまではダラダラしてたんだけど、じゃあ俺も一回じゃあ視察でニューヨーク行くわっつって、その勢いで一回視察で10日間行って、でまあなんか日本の知り合いの人にニューヨークの知り合い紹介してもらったりして、でそこで知り合った人が同じくストリートフォトグラファー写真やってて、で彼にもうめちゃくちゃインスパイアされて、それでも帰ってきてすぐ家の解約してビザの準備して、まあ、そのおばあちゃんに相当ビザのこといろいろ教えてもらって、もうその3ヶ月後ぐらいにはアメリカに戻った。急だったの、マジで急で、嘘でしょって思って、最初1年ぐらいで帰ってくるような気持ちでこっちもいたし、結構その時しかもめっちゃ飲んでたじゃん、みんなでよく遊んでたし、いなくなっちゃうの寂しいみたいな感じで、でもすぐ帰ってくるかと思ったらもうマジ10年いないからはぁみたいな感じだったけど、確かに。であれだよね、超覚えてるのが、私その時めっちゃニューヨークに仕事で行ってて、でしんいちくんが1日5ドル生活をしてたの。もうそう5ドルも使えなかったかもね。
1日2ドルとかだったかも。そうだっけ。だからいいようち経費だからおごってあげるよとか言ってなんかいろんな人におごってもらってたね。で今もだけどね変わんないなそんなにけどなんかそれでなんか行くたんびに頑張るしんいちくんっていう感じで行くたんびに5ドルのコーヒーとかを飲めるようになって言ってたんだよね言ってた。すごいじゃんみたいな言ってたね。5ドルでサタ全然行っちゃうみたいな感じだった。最初もうコーヒー飲まへんしてたもんな。そうこんなにコーヒーが好きな人なのにね。まああの頃はね、まあ自分でも作ってなかったしね。でフォトグラファーをストリートスナッパーやってたんだよね、向こうでも。なんか東京で始めてちょっとでまあその流れでニューヨーク行くんだったら写真続けてた方がいいよ。なんかめちゃくちゃ情熱があったとかってよりかはどっちかっていうとそのやってたらいいかなぐらいの気持ちでまあやり始めて、最初はまあビザと金のためって感じだったかな。で今アメリカ人しかいないレストランでまあ働いてたけど、でもそこ辞めてから旅行来たね。あ、辞めたんだ。辞めた辞めた。すごいんだよ。なんか辞めれる普通。なんかしんどくなっちゃってなんかすごいの本質的な生き方をしてて本質的な生き方。いや私は無理だからそれができてたら多分海外そうだよね。最後あの時まだ働いてたもんね。働いてた。しかもあの時まだ俺でも続ける気なかった。あ、そうだね。盗める技だけ盗もうと思ってんだよねみたいな感じで言ってるからすげえなと思って。そうでやっぱちょっと体力的な部分とそれは言ってたわ。まあそのいろんなところに対しての対価としてやっぱちょっと長くは続けられないかなっていうのがあったから、そうそうもちろんやる時は徹底的にやるけど、多分これずっと続けてそれが当たり前になっちゃったら多分それってもう自分が何かを諦めちゃった時になるのかなみたいなのもあったから、なんか私が思ったのは、なんかこういうライフスタイル、まだ伝わってないと思うんだけど、例えばじゃあやりたいこと、じゃあ旅行行こう、そのためにお金作るためにじゃあ働こうとか、今これがしたい、それの勉強するためにここでちょっと働いてすぐ辞めようとか、その動きってなかなか日本人できないと思ってて、でも海外の人とか特にヨーロッパの人とかってそういう人多いなって思ってて、けどさそういう友達いるけどさ、外国人じゃん。まあそうだね。だからなんか外国人レッテルを多分私は貼ってて、海外の人ヨーロッパの人だからこういう考え方をするんだろうなとか思うけど、しんいちくんってさ昔からギャル男の時から知ってて、こう変わっていく姿も知ってて、それこそ日本語でさ言葉にしてそういう気持ちを聞くと、そんな生き方もあるのかみたいなのがもっとスッて入ってくるっていうか、より衝撃だし尊敬する。そう、すごいよマジで。それでやめて、だってどうすんの帰ったら。何も決めてない。どうしよう。ケーキ手で売ってんだよね。手で売ってる。手で売ってんじゃん。でも確かに手で売ってる。手渡してね。それ今やってることがすごい。それもだから趣味が多いんだよね。まあ昔はそうでもなかったけどね、本当最近だよね。今まで何かに楽しいとかね、なんか情熱を注げたことってあんまりなかった。英語ぐらい。写真も。そんな別に最初は情熱だったわけじゃなくてって言ってるけど、やっぱこだわりが強いと思う。まあそうだね。とかだったらじゃあお金とかビジネスのためだったら、これやってみたらって例えば私が仮に提案しても、いやそれは面白くなさそうとか、なんつうの、ちゃんとそこのジャッジをさ、自分の好き嫌いの物差しっていうか自分の好き嫌いがめっちゃ分かってんじゃん。まあそれはそうかもしれないね。なんか好きは分かってないんだけど、だから俺昔からもう15歳の中学校のさ、進路面談みたいなのあるじゃん。あれの時に何になりたいのって聞かれるじゃん。でそっからもうずっとそれがコンプレックスで、その答えが見つからないっていう。いつか何か見つかって俺も週5日働いて没頭できるものが来るかもしれないってずっと思ってて、ちょっと待って、大丈夫。そうそう、まあだからまあそういう風に面談の時からやっぱ日本だからってことはないと思うけど、やっぱりさ世の中ってこうじゃあ将来何になるのかとか、どっかで何かにならなければいけないとか、なんかそういうやっぱスタンダードというかさ、なんかそういうステレオタイプがあるわけじゃん。やっぱその中で俺も日本人として日本で生まれてるから。やっぱりそういうものはないってことに対してのコンプレックスもすごいあったし、そうだから昔から本当にその好きが分からなくて、ただ嫌いは分かるじゃん。だからなんかそれを本で読んだかどっかでやっぱじゃあ嫌いなことはやらないようにしようっていうふうに思うように強くなって、そう好きなことは分からないけど、嫌いなことは絶対やらないっていう。まずそこから始めてみようかな。けどそれってなんかさ簡単そうに思えるけど、やっぱ日本人的には結構難しい。嫌なこともやっぱやるじゃん。そうだね。だからそうだね。でもそれはやっぱ海外に行ってよかったことかもしれないね。そのやりたくないことも
プロフェッショナルなんだからとか、仕事なんだからとかっていうところあるじゃん。それはもちろんプロなんだからやらなきゃいけないことはあると思うけど、でもじゃあ果たしてそれがそのストレスとの引き換えになってでもやり続ける必要があるのかっていうか、それでやめちゃうとほらやめたっていう風になるわけじゃん。あんまり日本だからとは言いたくないけど、多分自分がそういう環境で育って自分がそういうアイデアの中はもう持ってたから、やっぱりここでやめたら俺は今ダメ人間の烙印を押されるんだろうなみたいな、でもそれが誰からの烙印なのかも分からないのに、けどみんなそれをやっぱ気にするよね。自分の中で勝手に俺はダメ人間になっちゃう。でも自分でそう思うっていうよりか周りからそう見られちゃうっていうところの恐怖で動けない部分っていうのはやっぱ絶対それはもちろん俺もあるし、ポッドキャストやった方がいいよ絶対じゃない？これ普通に話聞いてて絶対背中押される人もいるしかな。まあでもどうなんだろうね、分かんないけど分かる。そう本当そうだよね。そうだから別にそれがいい悪いとかっていう話じゃなくて、もちろんその嫌だけど続けたから得られるものももちろんあると思うよ。そうだけど、それも昔と変わってきてるところが多くて、昔はその嫌でも続けないと生きていけなかったわけじゃん。選択肢も今ほどなかっただろうし、そもそも多分生活の基盤がさ、昔の方がもっと大変だったわけじゃん。だってこんな電子化もしてなかっただろうし、だから、もっとそれで突き詰めていくと今は別にやりたいことをやらなくてもいい時代なんじゃないのかなって俺は思うから、よく考えると、ただそれをなんでやらなきゃいけないって思うかっていうと、やっぱりそういう烙印を押されちゃうからっていうとか、やっぱその社会的に自分はこうなってしまうかもしれないっていう気持ちがどっかにもう潜在的に俺らは埋め込まれてて、それは国によって違うこともあるのかもしれないけど、結構多いんじゃない？日本以外のアジア圏はとにかく多いのかもね。それは俺はちょっと日本以外アジアに住んだことがないから分かんないけど、それは本当アメリカに住んでよかったかなっていうところかもしれない。別にそれはアメリカを肯定するっていうよりかは、そういう環境に身を置いたことによって自分の中でその自分の考え方が加わったというか、自分でそれを考えるようになったから。あとさ、このさ、しんいちくんが恐れてるこの周りの目の周りの質が変わったじゃん。そうだね。あとアメリカとかって特にさ、本当自由な人多いしさ、なんか私は私よみたいなのが生徒されてる国じゃん。そうだね。だからなんかそれもあって、なんかいろいろタイミングとかさ、全部が合ってたんだろうね。あとやっぱり友達もいないじゃん。寂しいじゃん。そういう時期は多分2年ぐらいあって、そのさっき話してた一番仲良かったその旅行行った時に知り合った友達も日本帰っちゃったりとかして、そうなんだ。そう今も日本に昨日会ってきたよ。そうなんだ。そうだからやっぱそのアリサみたいな何十年代の友達みたいなのももちろんいないし、やっぱそうなると一人でいる時間が圧倒的に多くなって、本当に寂しくてどうしようもない時期っていうか、俺何のために生きてたんだろうみたいな時期がやっぱりあって、その時もスナップやってたからもう全神経をスナップに注いでたの。よくそれで残れるよね。もう寂しい帰るってなっちゃう。でも俺その時多分飛行機代を払うお金もないぐらいだったから、あの時飛行機代多分その後ぐらいだね、飛行機代払うぐらいだったら今ここで来月の家賃を払う算段をした方が楽かもっていうぐらいだったから、帰るか帰ったところでさ、何するかも分かんないじゃん、ってなると、振り返ってみたらね、そういう方法もあったんだろうなと思うけど、やっぱさその渦中にいる時って人間って意外と気づかないじゃん、そういうのって。けどそれで帰る日本人の人はやっぱ多そうだよね。海外に、アメリカ問わずさ、海外にいる人で寂しさとか。そうだね。多分俺の場合でもその寂しさよりそのプライドだったりとか、もうその切羽詰まりすぎてて、頭が回ってなかったっていうのがあって、でもそれが逆にやっぱり時間だけは死ぬほどあったから、3日間誰とも喋んないみたいなことも平気であって、で夜スナップ撮りに行ったりしたから、フェイスタイムしてあげればよかったなでもそういう時ってさ、誰に連絡してもいいか分かんないじゃん。そう、別にランダムにその誰かに電話したところでやっぱり今自分が置かれてる状況をなんかちゃんと伝えることは難しいし、それでやっぱすごい自分の中で自分に問いかける時間っていうのが増えて、あとそのスナップに対してのアート性みたいなところをもうちょっと高めていこうとか。あれかな、そのさちょっと孤独な時間があったからさ、自分と向き合う時間すごい今でも作るじゃん、めっちゃ。そうだね、それがあったからさ、癖づいたっていうとあれだけどさ、あんまりやっぱ東京でせかせかやってると自分と向き合う時間作んなきゃいけないから、私がそうだし、だからあれは話をしてほしいの、コーヒーの話は本人の口からね私がすごい感動しちゃった話。そう、なんかこれ聞いたらね、イチローさんも同じことやってるらしいんだよね、カレーで。
だから俺がそれのちょっと真似をしてるみたいな感じになっちゃうかもしれないけどまあでもそれならそれでいいかって感じなんだけど、そう俺コーヒーが大好きじゃん、そうでまあ買ってもいいんだけど、やっぱ朝起きたらすぐに家のキッチンでコーヒー飲みたいじゃん、誰もいないし自分家だし、だからまあちょっとしたそのコーヒー器具、ポアオーバーの上に2段になってるやつそうそうで下のこのサーバーと上のドリッパー買って、まあフィルター買ってみたいな、まあコーヒー豆は適当にそんないいもの使ってないけど、なんかやっぱそうやってやってるとやっぱそれの瞬間が好きだし、それが自分にとってお酒も飲まないし、それ以外の楽しみが俺はあんまりその嗜好品っていうんだっけ、嗜好品がないから、コーヒーが本当に好きっていうのは自分でも分かってて、そうそれで朝飲んでる時にたまにやっぱ美味しく感じない時だったりとか、なんかそのコーヒー飲む時間をあんまり楽しめない時だったりとかがやっぱあるわけじゃん、日によってはね、好きなものを楽しめてないっていうことはそれはコーヒーに問題があるんじゃなくて自分の気持ちに問題があるんだろうなっていうのに、それがそこに直結するのがすごい。どうやってそうなったのかな、ちょっと俺も覚えてないけど、まずはとりあえず、しかも朝でしょ。そうまずはカフェイン中毒になってどっかのタイミングでね1日1杯は絶対飲むっていう風になって、でやっぱもう食生活とかもいろいろ試した時期があって、まあビーガンだったりグルテンフリーだったりちょっとアトピーになっちゃって、で結構ある時から朝ごはんを食べなくなって、ってなるとコーヒーだけになると、よりもうなんかそこにこう全ての意識が集中するようになって、で朝はもう起きたらストレッチして、そう足のストレッチとかいろいろして、そう怪我したからね。あ、そうじゃんそうじゃんそうじゃん。そうまあちょっとまた話が横にそれちゃうけど、まあちょっと2年ぐらい前1年半前に交通事故に遭って足骨折して、寄付したもん私。そうありがとうございました。その説はそう 2,3 ヶ月間もう結構動けないっていう感じになった時の、まあそれのストレッチもやってて、まあそれもちょっと自分の人生で結構また大きな転機になって、その時にとある人の YouTube を見て、料理系のシェフの、そこから料理にハマってたのがあって、まあそれはまたちょっと別の話になるんだけど、なんかこういうふうに言うとすごいちょっとスピリチュアルな感じになっちゃうかもしれないけど、その自分を整えるじゃないけど、朝起きてもうルーティンでまずストレッチして、でこれもそのどっちかって最初は足のためにストレッチをしてたんだけど、今もうだってリハビリも終わってるんだけど、まだその時やってた足のストレッチも毎日ずっとやってて。でそこから走ったりするようになったり、ちょっと筋トレも昔よりするようになったりして、やっぱ自分の体をもうちょっと見つめ直すことにもなったし、改めてもうちょっと手をかけてやらなきゃいけないんだなっていうふうに思うようになったから、まあその怪我のおかげで、まあそこからそういうのも含めて多分そこにコーヒーっていうのが多分入ってきて、そのさっき言ってた朝ごはん食べなくなったっていうのもあって、そのやっぱコーヒーに対しての思いがなんかどんどん勝手に強くなってって。それでさ、それを楽しめてない時とかに自分違うなってなるってこと？今そうだ、ていうか違うなっていうか、一回ちょっと考え方を変えなきゃいけないなというか、もちろん好きなことだったり自分が楽しめることって多分その日によって変わるだろうし、自分が年を取ることによって変わってったりすると思うけど、でもさっきも言ったようにコーヒーってまあ中毒じゃんもはや、だから多分これってもう本当にルーティンの一個だから、まあ本当に一つ大きな物差しになるというか。すごいなんか今ちょっと感動して泣きそうになっちゃった。なんか自分は私は好きなことやってる時に確かに好きなことで楽しいはずなのに、それを私そんな明確なコーヒーみたいなものはないけど、まあ仕事も好きなことの一つだから、とかでなんかちょっとさ気分が乗らない時とかあるけど、そういう時にわざわざそれが自分のせいだって直結しなかったなと思って、なんか。なるほどね。あと女の子だからさホルモンのバランスもあるじゃん。だから人のせいにしちゃうじゃないけど、それが自分が今整ってないんだっていう物差しには私はなってなかったから。なるほどね。なんかその方が楽なんだよね多分。やっぱ人に原因があるって思うとさ、その人とやり取りしなきゃいけなくなっちゃうじゃん。でも自分に原因があるって思えばさ、まあ自分の中でまあもちろん解決できないこともあるんだけど、すごくない？朝コーヒー入れて、あれ今日の俺はこれを楽しめてない、俺今違うかも、自分を見つめ直してみよう、仕事辞めようとかさならないからね普通。確かに。でもね、そうだね、すごいんだよ。それ仕事辞める決断には一つなるかもしれないね。朝起きられなくなっちゃって、その時間が取れなくなってとかなったら、ランニングとかもそうなんだけど、そのコーヒーと付随して、その朝のストレッチと運動、もう本当にジョギングも10分程度ね、でも毎日絶対やるっていう。あれ読んだ？朝モーニングルーティンの本読んだ？読んでない。まさにそれで新築やってるの。英語の本なんだけど、もともと私日本語で読んだんだけど、人生を変えるモーニングメソッドみたいな本があって、絶対読んでほしい。日本語でよかったらあげるわ。なんかもう私久々に本読むの好きなんだけど、本を読んでて
もう早く次に読み進めたくなる本で、実践できてないんだけどね今日もごめん9時は無理みたいな確かに普通に無理できてないんだけどそれを読んだだけで、こう消化して人生が豊かになった感じがしたんだけど、なんかもうそうなのそれでみたいな、めっちゃよくって、私は結構最近の中で一番ヒットの楽しみそう本で、それはなんか朝の1時間だけ早起きしましょう、で嫌だと思う朝起きるのみんな1分でもさ5分でも長く寝たい人が多いから、大変なことって思うかもしれないけど、僕が言うこのルーティンをしてまず5日続けるといろいろ変わっていって、その朝起きることが苦じゃなくて、早く明日の朝になってほしいって思って夜眠れる。ああなるほど。俺コーヒー飲みたいから早く明日の朝になれって思う。あ本当？そうそれっていう考え方でなんか私はさ明日楽しみ朝楽しみって思って実践できなかったんだけど私はやっぱり寝るのが好きだから、忙しさもあるよねそれは。だけどこの本はめっちゃいい。でもそれをだからそれもやっぱ朝瞑想することと、まあ読書も入ってんだけどこれは、あとちょっと10分でいいから有酸素運動外走ったりとか、10分なんだ。そうやっぱり全然違うみたいな、それが書いてあって体が温まるしっていうのもあるよね、目覚めるからね。そうだからそれまさにしんいちくんはそれを読まずともさ、自分が合ってたわけじゃん、きっとやってて。そうだね、いろんなことを試してきて食生活だったりとか、でもやっぱりここにたどり着いた理由の一つとしては、さっき言ってたやっぱ好きなものが見つからないっていうか、コンプレックスだったわけ。自分が何者でもないっていうことがね、ずーっと多分今もそうなんだけど、じゃあその何者でもない自分でも別になんでそれがダメなのっていうところに、ちょっと逆切れみたいなところでもあるのかもしれないけど、生きてきた業界としてさ、やっぱり常に何かと比べられたりとか、やっぱ多少俺も昔からはちょっとこうどっちかっていうと正規のルートを進んでる人間はなかったと思うけど、まっとうなね。だけどとは言いつつもやっぱりそういうこうあるべきみたいなところだったりとか、幸せのスタンダードはこういうものだみたいなのだったりとか、そのためには何かに勝たなければいけないみたいな、やっぱ東京っていう街なの。ニューヨークもそうなんだけど、でもやっぱその中で一番やっぱキーワードになってるのはその樽を知るみたいな、あるじゃん今言われてることはね。もう本当その通りなのかなって思ってて、別に俺らだって生きていく上でさ、今もうこれ以上必要なものなんかないじゃん。いや本当そうだよね。服だってあるわけ、と言いつつ俺もちょこちょこいろんなものは買うんだけど、その買うこと一つだったり食べること一つだったりにしても、どっかで他人目線が入ってないかなっていうのは常に意識するようにしてる。意味わかる？これをすることによって本当に自分が幸せになる行動なのか、それともこれをやることによって誰かに自分がこういう目線で見られるようになるかもしれないって思うからその選択をしてるかなっていう確認をとっさにするんだ。そうだからそれは結局やっぱその資本主義だったりとかの中でこう生まれてるわけじゃん俺らは。しかもその先進国って言われてる中で育ってると、物は持ってるだけいいとか、そのいいものを持ってれば持ってるだけいいっていう感覚がもう刷り込まれてるわけじゃん。でもそれって自分の考えじゃ本当はないはずなんだよね。絶対何かのその社会にそういう風に刷り込まれてて、でそうすることによって得をする人がやっぱいるわけだ。それによってお金を稼げる、広告の業界なのか俺はその詳しいことは分からないけど、別にそれは悪いことじゃないんだけどね。そういう風に世の中が回っていくからこうやって経済は回っていくわけだし、だけど俺はどっちかっていうと昔からお金をほとんど稼いだことないし、あんまりそこに対して強くフォーカスできたことがなくて、それもずっとコンプレックス。なんでこんなに俺はお金稼げないんだろうとか、稼ごうってなってもすぐ辞めちゃうんだろうってなった時に、それがもうずっとコンプレックスだったんだけど、それって結局やっぱ第三者目線が自分の好きに影響を与えてる部分があるからなのかなっていうところにもさ、やっぱ至って、時間はあるしすげえわ、金もないからやっぱどんどんそういう風に考えるようになってって、これ今日のハイライトだったでもそんなこと考えたら呼吸できないかもそうじゃん、人に提供する仕事っていうかさ、提供してる自覚はないけど、私は人とのつながりとか、自分のことをシェアしたりすることに結構幸せっていうか、それが好きで仕事にしてるし、やっぱ高校生からそれこそさやってるから、何の迷いもなく、じゃあ例えばだけど今日食べたもの、誰と会った、しんいちくんと会って面白い話をしたからもっといろんな人に知ってほしいっていう風になるから、人の目が絶対何にでも入ってくるというか。でもそれが楽しくてやってるんだったら別にいいと思うけど、すごい意味わかる。その食べ物一つとってもそこに主観以外のものが入ってこないようにしてるってことでしょ。そうだね。入ってきてもいいんだけど、それを自覚してるっていうことが
大事かなっていうか、もちろんそれだって俺だってあるよ、やっぱ人によく見られたいと思うしかっこいいと思われたいから、やっぱりこのコーヒーカップを持ちたい気持ちは分かる、っていうのもあるんだけど、そうじゃなくてじゃあ別に湯飲みを持って街を歩いてもいいのかなとか分かんないけど、例えば極端な話、自分がそれがいいんだったらね。そうそうそう。でもそれをその他人目線があるっていうのは意識は常にしてないというか、まあそうすることによってそこに惑わされることは少なくともなくなるわけじゃん。結局やっぱその他人目線で好きなものを追い求めちゃうと、結果もっともっとと次へ次へっていうワードにどんどんやっぱなっていっちゃうから、だからもしそれが本当に全てを取り除いた上でもやっぱり私はルイ・ヴィトンが好き、このカバンに50万円を払いたい、それで私は幸せになるってなったら、それはもうもちろん全然それでいいと思うんだよね。それに向けてのお金を稼げばいいと思うし。なんか怒られてる気持ち。いや別に怒ってないけど、そうそう、それは別に今あくまで、まあルイ・ヴィトンが分かりやすい例かなと思って言ったけど、ただ俺が言いたいのは、それが好きで本当にやってるんだったらいいんだけど、まあそれがもしくは仕事になってるとかだったらまあいいと思うんだけど、それがじゃあ例えば隣の人が持ってるから私も持たなきゃいけないみたいな気持ちになって、そこに追い詰められて本当は働きたくもない時間を働いてそのカバンを手にするってなったら、それほど虚しいものはないよねっていうか、絶対それって幸せにはなれないと思うから、けど私もなんかちょっとは変わった。20代の時って働くのが好きだし、忙しいっていう事実が好きだったので、特にさ仕事的にさ忙しいイコール求め需要じゃん。そうだね。だからその自分の承認欲求じゃないけどに直結するから、忙しいことが大好きだし、そもそも暇が嫌いだったの、もともとね。中学生とかの時から絶対毎日予定が入ってないと無理みたいな、そうタイプだったんだけど、あとコロナも大きかったけど、やっぱ30代とか、まあ、20代後半ぐらいから自分の時間取っていいんだっていうことに気づいて、結構それは私彼氏ができたことが大きくて、やっぱ彼氏ができ、まあ、ほぼ初めての彼氏じゃん。だから一緒にいる時間とかってさ結構ゆっくりじゃん。こういう時間の過ごし方もあるんだってなってから、結構その仕事に対しても自分でまあ選ぶというか、この時は休みたいから仕事は入れないようにしようとか、今までだったらもう休みいらないから働きますみたいな気持ちだったけど、なんか自分の時間っていうのをどんどん取れるようになって、なんか優先順位のつけ方、人生においての、今まではキャリアって絶対もうキャリアが優先っていうタイプだったけど、じゃあここはリフレッシュで休暇取ってどっか行くからそれが一番最優先、今の私にはとか、優先順位のつけ方がめちゃくちゃ変わって、なるほどね。でその時に別にそれを自分が受け入れればいいと思ってるんだけど、今の自分のバランスのなんかパーフェクトなバランスで生活が遅れてるなって思うから、まあ、30代も楽しいし、そう次はそれこそ家族の時間をもっと増やしたいなとか、だからそこは前よりはしんいちくん、今のしんいちくんよりじゃないけどそうになったなって思う。まあでも絶対年齢の問題もあるよね。まあね、やっぱり周りもそうだしね。しかも長く生きていけばさ飽きてくることもあるわけじゃん。アリスは分かんないけど、俺はもうとにかく20代が苦しくてしょうがなかったから、今思えば。それなんかこの間会った人も言ってた。20代ってまだ若いじゃん、プリプリしてるじゃん。やっぱかっこいいって思われたいとか、こういうものでしか動けなかったし、そういうものが本当に判断基準のほぼを占めてたから、その上で何者かにならなければいけないっていう、なんかすごい使命感みたいなものもあったし、なんでか分からないけどね。でなんか30までにってみんな言うじゃん、なんでか分かんないけどさ。ね、本当だよね。で30になったわけじゃん、何にも起こってないし何にも変わってないしってなった瞬間になんかもうどうでもよくなって、っていうのも多分あったのかもしれない。なんであんなに30って言ってたんだろうって思ったんだろうってなってから少し気持ちも楽になったし、そう俺はもう別にこれでいっか、なんか諦めがついたというか、気持ちようになったのは多分結構大きかったんじゃないのかなって思うけどね。いや本当にね、しんいちくんね絶対ポッドキャストみたいななんか唱える系やったらいいよ絶対。だってこれ今日さ、じゃあ3、40分喋ってるだけでもさ、こんなに近くにいる私が学び多いわけじゃん。で見てる人からしたらお初じゃんお初じゃんだからさ、お初の人からしたらさ、多分なんだこの人はって思う見てる人もたくさんいると思うし、なんか多分その今日言ったしんいちくんの何かの一言で明日からなんか変わる人もいるわけじゃん。ちょっと嬉しいね。そうだから絶対やった方がいいし、この人こんなに喋るじゃん本当にね。これって本当にずっとこれ
ところが2人で会ってもだから昔とかちょっと喋ってんなーみたいな感じで昨日もあやに会ってさ「だから明日しんいちくんと YouTube 撮んだよね」って対談系でさなんか面白いから話聞こうと思ってさ「ああしんちゃんずっと喋ってるしね」って言っててだからずっと喋ってるんですけどそうだね。でもこの間この間会った時も結構久々だったよねちゃんと座って話すのでずっと喋ってんなーって思ったのもちろん思うのもちろん相変わらずずっと喋んなーって思ってたけどおもろいなやっぱっていうのをなんかあと私も大人になったのかもねなんかしんいちくんのやっぱしんいちくんってこの変人的な考え方が昔から結構こうじゃんずっと淡々とこの自分の思うこととかをずっと淡々と喋ってて多分自分がそこの思考をちょっとかじれるように追いついたのかもって思ったなんか今まで喋ってんなって感じだっただからそれを私がそう飲み込めるというかそれでってなったのは自分の変化なのかなっていうのも思ったけどまあなんかね多分自分がさやっぱり自分の周りの友達と比べてもそのキャリアっていう意味ではあんまりこうパッとしないままずっと来てるからそこに対してのやっぱコンプレックスもあったしやっぱある人とかがどんどんニューヨーク行ってる間にどんどん有名になってたりとかその周りの人たちもみんなそうだからそういう中でやっぱ考えて、まあ、言っちゃえばちょっとした逃げの道でもあったのかもしれないんだけど、まあ、だから考えるようになったっていうのは絶対あるしそれ自分のねそれを正しさというか、自分が言ってることをやっぱある程度こう言語化して、俺もこういうこと考えてるんだよっていうのを言えるようにっていうところももしかしたらちょっとあったのかもしれないよね。やっぱそこで何も言わないだけでそこに何も思考がないって思われたら本当にこれ何もないやつじゃんみたいなのも多分あったのかもね。けどもともとやっぱ自分の考え持ってるとギャル男時代だって別にギャル男時代はそんなちゃんと話してないかもしれないけど、アメリカ行く前からさそうだったっけ、結構いじられキャラっていうかなんていうの、変ないじられ方じゃなくて、なんか変わってるみたいな感じでみんなに言われてたじゃん。そうじゃんそうだったっけ。そうだよシンビーとかで飲んでた時もさそうだったっけ。そうだよ。ちょっと相当長いビデオになっちゃったんですけど話したいことある他に伝えたいことはケーキ手で売ってるよね。ケーキ手で売ってますスイニーズ NYC でよかったら見てください。まあニューヨークで手売りしてるだけなんですけど今のところはまあねちっちゃく楽しくやっていきたいなっていう感じですね。何私さあと全ての今回の統括としてこれが言いたいのはもしじゃあその今回俺の言ったことでまあ別に誰なんだよって話なんだけど俺はなんかいつも思ってるのは本当誰でも今の時代だったら何にでもなれるんじゃないのかなっていうのは思うというか、なんか俺も今写真ストリートスナップも自分のアートワークとしてずっとやっててほんとちっちゃいコンデジ一つで別に難しい写真ではないし、ただ自分なりにこれがいいなって思うアイディアだけはちょっとしっかり考えて、まあ今9年目かな、もうずっと街で写真を撮ってるんだけど、テーマを決めて自分なりにルールだったりとか、でやっぱそうやって自分なりに意思とテーマを持って物事に臨めば今の時代だったら機械もとかその器具は成長してるから、誰でもそのアーティストになれるっていうのと、アーティストってことだけじゃなくて何者かには絶対少なくとも自分のためだけにはというか、その外だけに向けてだけじゃなくて、そう何かしらそういうなんて言ったらいいんだろう自分の武器になるものだったりとかっていうのは、誰でも絶対に見つけることができると思うから今の時代、俺はまだ写真家としては全然そのいわゆる世の中でいう体制はできてないから。これを今こうやって公に言うのはちょっと早いかもしくは一生その時が来るか分かんないけどでも俺はそういう気持ちであの写真を始めたし、あとあれもだよ定点でさ、家からなんかアカウントめっちゃいっぱい持ってて定点でなんか家のねある定位置から毎日同じ時間だっけ、今はもうやってないけどねの動画を撮って毎日アップしたりとかその毎日続ける系がめっちゃ得意なの、でそれをいろいろ種類を分けてアカウントも変えて発信したりしてて、それも全部載せておきますがめっちゃ面白いからなんか本当そうだよね。今ってやっぱ SNS があるからなおさらさ誰でもさ人に見てもらえる機会が昔より圧倒的に多くなってるから。あと技術の進歩ね、カメラだって iPhone だって別に俺スナップもたまに iPhone で撮ったりするし、カメラじゃなくて、それもさっき言ってたこうじゃなきゃいけないっていう今本当にその今20代の子たちだったりとかはもっとフラットな考えを持ってるかもしれないけど、じゃあ例えばカメラで言えばプロフェッショナルな機材を絶対に使わなければいけないとか、そういうところにとらわれてちょっとやってみようって思うことをやめちゃうぐらいだったら多少も不格好だったりとか、全然プロフェッショナルだったりするものじゃないものでもやってみて、あとはもうひたすら継続さえしていけば、
それは絶対何かしらの形になるし、実際俺はもう今スナップではちょっとそれは実証できてる部分はやっぱりあって、やっぱあれを見てくれて俺のことを認識してくれてる人って世の中にいるし、もちろんやっぱそれで俺のことをそれで慕ってくれたりこう敬ってくれたりする人っていうのは確実にいるっていうのは肌で感じてるから、なんか偉そうに言うっていうよりかはちっちゃいカメラで、ただ単に街に出て、写真は正直誰でも撮れる写真だから、形その技術としてね、あとはそれは俺がどの人を撮るかっていうのをテーマと意思を持ってやってるっていう話は、まあそのテーマと意思っていうものが多分本来のそのアートっていうところの意味だと俺は思ってるから、もういろんな形はあるけどね、そのアートっていうもので、別にそのアートも別にアーティストどうこうっていう話じゃなくて、じゃあアートって何なのかってなった時に自分の人生を豊かにするものだったり、自分の人生を、自分を肯定するものだったり、それがあることによって自分のちょっと肩の力が抜けたり生きることが楽になるみたいな、俺はそれがやっぱ欲しい、それがもう根源にあって、自分がアートを続ける理由というか写真をやってるにはそこがあったから、それを誰でもそこら辺で買えるカメラでもできるんだよっていうのを俺はどっかで証明できたらいいなっていう意味も込めて、そういう別に大した器具も使わずにそのレベルでやり続けてもある程度のものにはなるし、こうやって世の中からのレコグニッションにもつながるんだよっていうことができたら、じゃあ誰でもできるじゃんって話になるわけじゃん、別に俺じゃなくても。ちょっと考えて自分が好きなものだったりいいなって思うものをそうやってちょっとこう具現化するというか、ビジュアライズできるような形にしたり、見えなくてもいいけど音楽でもわからないけど、あとは継続だよね、やっぱしんすけの強みはね。でも継続は本当にだからルーティンが好きになったっていうのもあるし、多分写真があったから俺はルーティンにはまってったっていうのはあって、だってこの間ご飯した時に俺はルーティン男だからって言ってたもんね、ルーティンが好きなんだもんね。そうでもそれは絶対写真を続けたことによって得られた、その自分の自信だったり、でも結局それってルーティンのおかげで得られた自信なわけじゃん、ルーティンのおかげで人からもちょっと認めてもらえるようになったりして、そうすることによって自分も人に対してちょっと自信が持てるようになったりとか、自信って人に対してっていうよりまず自分に対して自信が持てるから人に対しても自信が持てる、自分で自分のことを肯定できるようになったから、そのおかげでね。だからやっぱルーティンってそういうことなんだなって自然に思うようになって、だから写真やってなかったらここまでそのコーヒーのルーティンってことにも気づけてなかったかもしれないから、そう考えると手の込んだものとか、ものすごく最上級のものを使ったものとかじゃなくていいから、とりあえず形にしてやっていけば本当の人間は多分それだけでも幸せを感じられるようにできてるはずだし、そうだね、そこは多分ちょっとまとまんなくなっちゃったけど、なんかそれが多分俺は写真をやってる上で一番大事にしてるところというか、だから何か始める時にってことだよね。そのなんかカッコつけたり、完成したものじゃなくてもいいから自分がいいと思うものを続けること、ちょっとだけ時間を出して、そこを人にバカにされたりとか、バカにされるっていうのも多分思い込みの部分もあるかもしれないから、そうなんか自分でもちょっとバカバカしいなって思うものでも、やっぱりそうやって継続してずっとやってれば、こいつまだやってるよこれってなった時に初めて人の目は変わるから、ここまでやってるってことはじゃあちょっといいことなのかもしれないって思ったりするじゃん。それが1回2回ポストしてるだけだったら多分何もないと思うけど、それが1年2年続いてると、そんなにいいものなのかもしれないなってなることもあるかもしれないし、やっぱりまた人もそれによってもうちょっと頭を使って、じゃあなんでこんなにこの人はこれにこんなに力を注げるんだろうって考えてもらえるようになったら、またそこで自分のそのアートの意味はもっと広がっていくだろうし、っていうことが多分俺の写真の多分根源にあるところだというか、それが自分の人生にもう大きな影響を与えてくれたから、今はもう写真動向っていうよりかは、そうだからちょっと今楽しいから普通に生きてるだけで、あんまちょっと写真にそれはすごいこと行かなくなっちゃったんで、あんま最近スナップ撮ってなくて。けどさ、それっていいことじゃないって、今のしんいちくんはその物差しがそこじゃないだけだから、別にそれが戻ることもあれば必要になることもあるだろうし、だから今はそのああやってアーティストとしてのこう名札みたいなのがなくても別にいいかなってなって、ご飯ちょっと作って美味しいとか、散歩して新しいレストラン見つけたみたいなところですごい楽しいから。けどなんかそれってすごい希望な気がする。なんか私って考え方がもう落ち込んでても生きてるだけで最高楽しいっていうタイプだけど、しんいちくんってさこう落ちてた時もあったわけじゃん。じゃあ日本に帰れないからだったら来月の家賃払おうみたいなぐらいだった人がさこうやってさいろんなことを続けたりさ、いろんな自分を知っていって、トライアンドエラーをしていって、今生きてて最高みたいな、楽しいって思えるてる
さ素晴らしい状態に慣れてるわけじゃん。それって結構同じような悩み、しんいちくんが下がってる時みたいな状態の人が見たらさ希望じゃない？そうかもしれないね、そうだね。まあだから考えることだけはやめないようにしてもらいたいっていうかしてくれたらいいのかなっていうか、やっぱ向き合う時間だよね。なんかいい時も悪い時も自分で判断をして自分で決断していけば意外と後悔はないし、意外とその先にやっぱつながるものって出てくるから、やっぱその判断だったりとか、さっきのその言ってただから好きの判断とかその一つで、やっぱり一つ一つの判断を人に任せたり、知らないうちに人の言う通りになってたりすると、やっぱそれがどんどん鬱になっていっちゃったりとかするけど、やっぱそういう鬱になってる時に自分で物事を決めてやっていくと、そこでやっぱ達成感もあるしね、今回これ自分で決めたぞっていうところに対してのちょっと本当にちっちゃなことだけど、そこに対しての自己肯定感もやっぱ生まれるし、決断と覚悟ってすごく大事なんだな。別にその覚悟の大きさも大小はあれど、俺はこれを続けるって自分の中で覚悟を決めたりとかすることによってやっぱり自分の人生が大きく変わっていったことがあったから、そこもすごく大事かなって今振り返ってみると思いますね。だそうですはい、ということで今日は変な人しんいちくんを呼んで、いろいろ話してもらったんだけどね、めっちゃ面白いでしょ。だからまた出てよ。また出ます。ちょっと今日のビデオのリアクションを見て、まあズームなのか次ニューヨーク行った。だって日本もまたすぐ来ないでしょ。まあ分かんないけどね、来ないと思うんで、だからニューヨークに行った時にまたお話ししたりできたらなと思います。けどもう本当に私は学びました今日も。いや嬉しいね、そうやって言ってくれる。本当だよ、すごいよ。なんかね、アリさんにそんな風に言ってもらえるっていうのはねすごい嬉しい。いや分かってたしね、その喋ってんなこいつって思われてるんだっての顔に出てるからね。そうだからそこに対して別になんかね、何か反応が返ってくることはまあないんだろうなって。なんかアメリカでストレス溜まってんだろうなみたいなのもあった。結構聞くよみたいな。私結構前回会った時さ興奮してなかった？まあしてたね。だからびっくりした。みたいな。コーヒーをめでるの、私はやっぱ毎日コーヒーを飲むんだけど、家で飲んだりで、飲むのも別にエスプレッソだからボタン一つで出てくるし、作る工程を楽しむこともなければ、すぐさ買いに行っちゃったりもするし、わざわざ車で行っちゃったりとかもするし、なんかもう消費してるだけだったのね。なんかカフェイン中毒だからさ、コーヒー欲しい、それを最初の一口目はうまってなるけど、そこからはただただコーヒーを消費するだけだったけど、なるほどねって、それで結構私はなんかすごい面白いなと思って、まあそれがきっかけで今回はちょっと深掘りしたいと思ったんですけど、すごい長いビデオになったと思うんですけど最後まで見ていただいてありがとうございました。今日はしんいちくんありがとうございました。貴重な東京の時間を。楽しかった。またぜひ呼んでおしゃべりしたいと思います。ではまた次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。